こんにちは、はるかねです。なんかね、すごい絵面ですが今日はこちらのセリアで購入した可動式ドールボディをね、ちょっと魔改造していこうと思います。はい、使うね材料はこういう感じで、こちらのねマルチツールは、研磨するために使うんでね、普通の紙やすりでも大丈夫です。そしてペンチとかね、ニッパー、カッターにデザインカッター、アロンアルファやパテなどをね使っていきます。これ以外にもね出てくるかもしれないですけれども、だいたいこういうのを使って改造していきます。ではまずね、これを分解していきます。まずね、ここが平らになってるので、ここをねスパッとカッターで落としてしまいます。次にここにねペンチを突っ込んで開いていきます。特にね部品が欠けてるということもないので、ちょっとねガタガタになりましたけど、これはまた後でねヤスリで綺麗にしていきます。全部ね分解できたので、次はデザインカッターに持ち替えて関節のねくぼみを削っていきます。へこんでる側をねさらにえぐっていきます。手首なんですけど、手首はややねこことここがへこんでるので、この部分を削っていきます。そして手首を削ったらね、次この関節部分のところをね少し深めに削っていきます。
そしたらね、腕を戻します。そうするとね、ぐっとここまで関節をね曲げることができるようになります。はい、こちらがね削ってない方で、こちらが削った方ですね。もう角度のね深さが全然違うの分かっていただけるかなと思います。ではこちらもね削っていきます。同じようにね、足のところもこの内側の関節の部分と、そしてこのねふくらはぎの関節の部分と足首の部分を削っていきます。はい、足もね削ってみました。こちらは削ってない方、こちらは削った方ですね。このぐらいね角度が深くなります。ではこっちもね削っていきます。はい、各ね手足の関節の可動域を広げたら、次はねボディの関節可動域を広げていきます。まずねお尻のここの部分をねニッパーで削り取って、そして尖った部分をねヤスリで削っていきます。このぐらいねお尻を削りました。ちょっとはめてみますね。ここにはめるとね、後ろこのぐらいまでねいきます。そしてこちらは削ってない方ですね。削ってない方の足はここで止まってしまいます。これだけね角度に差が出ます。ではねこちらのお尻も削っていきます。お尻をねぐっと繰り上げたら、次は前ボディのね脇の部分を削っていきます。で前ボディのねこの股の部分はねもうこの構造的に削れないので置いておきます。ここをね削りたいんですね。ここでもこれ削れないんですよね。なので次は脇ですね。脇はねデザインカッターで切っていきます。ちょっとずつね削っていきます。はい、こちらがね削ったところで、こっちが削ってない方ですね。そして脇の部分もね少しこの関節の内側を削ってあります。こちらは削ってない方ですね。削ると関節がねかなり入り込めるようになります。このぐらいね角度に差が出てきます。まっすぐしてるんですけどね。ではこちらもね同様に削っていきます。はい、これでね普通の改造は終わりました。こっからねまずね太ももとふくらはぎの部分ねど真ん中をカッターで切っていきます。
にね足をぶった切って、この隙間にねこのパテを入れて足をね伸ばしていきたいと思います。その前にねこの足の方向をねマジックで印をつけておきます。どうせねパテを入れるとここだけ色変わってしまうんでね、ズボンなどを履かせてしまうので、もう油性マジックで描いていきます。じゃあねパテを入れていきます。水に濡らしたキッチンペーパーを用意して開けていきます。はい、ある程度ね乾いたらこのままね1時間硬化させてヤスリがけをしていきます。1時間経ったのでちょっと磨いていきます。はい、このようにね少し凹凸を削りました。もっとね本気でカスタムされる場合はこの凹凸をね完全になくして同じ色になるようにねミスターカラーなどでペイントされてもいいかなと思います。でここまででも十分なんですけど、さらにここにね足の裏に穴を開けて100円均一で買った超強力マグネットを埋め込んでいきます。片足だけね入ってるだけでもだいぶ違うんでね1個だけ入れていきます。ある程度ね穴の大きさが開いて押し込めば入るなっていうぐらいまで開いたら接着剤を入れて取り付けていきます。ここはもちろんアロンアルファでいきます。では組み立てていきます。かなりね腕の可動域も広がったし足もね伸びてかっこよくなったと思います。はい、このようにね比較並
並べてみました。でこちらね、ドールちょっとお色が違うんですけれども、セリアで、売り切れでね手に入らなかったので、アリエクスプレスで中国から直接輸入したもので、肌色以外にね差異はありません。関節可動域、まずは足ですね、しっかり上がるようになってます。そして奥の手が体にね添えていないのと、体に添えてるのと、あと手前の手がお口まで届いてるのと届いていないのと、そして足にねマグネットが入っている方と入っていない方、入ってる方はねマグネットでしっかり自立してくれるんですけど、入ってない方はねちょっと自立してくれないので、壁によっかからしてます。はい、このようにね服を着せて並べてみました。ちょっとね表情がお前背低いなみたいな顔してますけどね、だいたい1センチぐらい身長に差があります。でこのぐらいのね丈のズボンを履かせるとね、あんまりもう傷口も見えないかなと思います。どうしてもね身長差を作りたい時にこういう方法をやってみました。はい、このようにね改造完了しました。で今回ね魔改造というね題名にさせていただいたのは、改造の内容よりもねまず怪我をする可能性があるということでマットをねつけさせていただきました。もしね失敗しても110円やしみたいな感じでね、この動画を見ていただいて、自分もねやってみたいと思っていただいた方、くれぐれもね怪我をしないように安全第一で気をつけて魔改造してください。特にね未成年者さん、子供さん、絶対に自分一人でやらないように親御さんと一緒にやってください。最後までご視聴いただきありがとうございます。できたらグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。いつもならねSNS での拡散お願いしますっていうところなんですけれども、ちょっと今回はね危ないのでグッドボタンだけよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。